はいどうもです。今回はですね、埼玉県にある新鮮食材市場ビッグマーケットにやってきました。いろんな市場にね行くって言ってたんですけども、めちゃめちゃ魚の品揃えがあるスーパーがいるということをですね噂に聞きましてやってまいりました。果たしてどんな面白い魚がいるのか、そして今日どんな魚をさばくことになるのか楽しみですね。ということで早速行きましょう。はい、というわけでですね、中に入ってきたんですけども、スーパーとは思えないぐらいの魚の品揃えがえげつないですね。稲田だったりとかカツオだったりとかカンパチかな、あの辺は。しかもエイも売ってあるし、メカジキもあるし、しかもモウフカザメとかもあるよ。これえぐいな。で貝も大体おるな。マテ貝もおるし、なんだこれ、シジミだ。初めて見たかも。さすが内陸県。ムール貝にねハマグリもあるし、コンビノス貝もバイ貝もありますよ。種類多いな。うわ、どうしようかな。イサキでいいんじゃない？でもイサキも痩せんな。このボラって、はい、卵入ってる、卵か内臓か分かります？中身見ないと分かんない。ちょっと触ってみたら多分分かると思うんで。ちょっとやばいっす。えぐい油の可能性ある。卵じゃない。おろさないでいいです。はい、どうもありがとうございます。はい、というわけでマサチャンネル初ですね、初フィッシュボラを購入してきました。魚好きしてる時はですね、ボラ結構ねたくさんいるんですけど、我々は景色と呼んでおります。はい、あまりにもいるので取ることもないし、取っても美味しくないし臭いしということで、まず取らないボラなんですけども、もう見た瞬間目ん玉飛び出るぐらい意味わからんぐらいクオリティがいいボラがいて、2匹買ってしまいました。でちょっと見ていきましょう。はい、こちらがねボラですね。釣りで言うとですね、下道って言われたりとかもしております。で魚ってここに胃だったりとか腸だったりとか、あとは卵だったりとかいろんな臓器が入ってるんですけども、油って硬いんですよ。でこれを触る限り多分だけどバターが2本ぐらい入ってる。そんぐらいね硬いです。パンパンやでこれ。でボラってなんでそんなまずいまずい言われてるのかと言いますと、今回ね買ったボラは北海道産なんですけども、もう日本だったらね結構どこにでもいるんですよ。つまりですね、人間が一番いる場所、東京湾にもねいるわけですよ。東京湾なんてね、東京の下水がそのまま垂れ流されてるような場所ですから、それはうんこ食ってる魚は臭いでしょと。別に臭いものを食べてないボラだったら臭くはないです。ただ味に関しては今まだ俺の中では未知数なんですけども、やっぱりさ、新鮮な状態でボラ食べれる人たちに何度も会ってくるんだけど、やっぱボラはね結構うまいっていう評価が高いです。今日はこちらボラをですね、熟成が足りてなかったらもう一晩寝かして食べてみましょう。じゃあすき引きをしていくんですけども、ヒレが邪魔なんで取っていきましょう。これね、海外のねなんかすんごい適当にさばいてる人がねやってた。よっしゃ。やばいかも。結構いった気がする。まあいいや。ボラなのに脂がめちゃめちゃ乗ってる。霜降りやん。こんな雑にさばいてる場合じゃない。ちゃんとすき引きしよう。これボラ市場えぐいぞ。なんだ冷静にならせてください。こんなボラがいるんだ。しかも1500円、安い。これ絶対みんな買い時だよ。北海道のボラ、こんな脂が乗ってるボラなんてマジ出回んないから、もう今年しか食えないかもよ。映ってます？ここ超絶大トロですよ。さすがに脂がすごすぎて皮が剥げてるのかどうかようわからんみたいになってきてるんで、もう普通に横取りします。これえぐいな。これ重さはね4キロぐらいで、長さはね多分55センチとか。血抜きは一応してあるみたいだけど、脳天締めとかはしてなさそうに見えるよ。でもこれでこんだけテンション上がってさばいてて、もしかしたら卵出てくる可能性は多分ないと思うんだけどね、触った感じ。卵はですね、もう 1kg7000 円とかで取引されるカラスミの原料になるね超高級品でございますから、ちょっとお腹割ってみようかな。さてちょっとじらしてきますね。切ってるのは私なんですが、まずこの腹膜が厚いってことは脂が乗ってるっていう証拠なんですよ。腹膜が薄い魚はね脂が乗ってないんですね。まだたどり着かないの？嘘でしょ。なんか卵の色が見える。いやいや、そんなわけ。
え、なんじゃこりゃー。なんじゃこりゃ。俺なんかさ、身が剥がれたんかなってみんな思うやん。全部油じゃー。卵、これカラスミになるやつですね。これからカラスミになるはずだったんかな。えぐこれ内臓脂肪とかじゃないよ。浮き袋についてる油だよ。食べます？じゃあちょっとちゃんと切ります。腹壊されたら困るんで。やばくないですかこれ。これめちゃめちゃうまくないですか。ちょっと醤油つけて。マジですか。やばいこれ。マジか。本マグロちょっと負けたかもしれんな。これしかもただの油だから、そうでもない魚とかに巻いて食べたりしたらもうそれだけでうまい気がする。これ人生のフルコースのメインディッシュに入れていいんじゃないですか。これ俺が発信したせいで今度からボラの油握り1貫2000円とかしだす可能性ありますよ。そんぐらいうまい。で今こんな感じで内臓脂肪が取れただけなんですけども、ここにね腸があるじゃないですか。ここに腸があって卵があって、で浮き袋ごと取れたと思うんですけど、魚にはですね、浮き袋に内臓脂肪がつきやすいタイプと、あとですねこっちにもね腸の周りとかにもついてるんですけど、内臓に脂肪が溜まりやすいタイプがいるんですけども、この魚はですね浮き袋につきやすいタイプだったんですね。じゃあ頭を落とします。その後にきれいにしましょう。この辺はうわー、でもこれ大トロでございますよ皆さん。これ肝とかもうまいんちゃうんか。ここまで来たら生で食ったろかな。これがあれでしょ、へその緒ってやつでしょ。へそってやつだ、へそ。そう、ボラにはへそってね言われる部位がありまして、珍味としてね食べられています。ごめんみんな、もう撮影とか関係ない。人生で一度出会えるかどうかの答えに今出会ってるんだ。もう俺は心ゆくまで堪能するよ。ごまと塩やでレバーを食べる。アニサキスに当たる。そんなことを気にしてて YouTuber なんてやってらんねえよ。これ絶対うまいわ。いただきます。プリンです。やばい、あかん。うますぎて気絶するとこだった。酒とめちゃめちゃ合いますよ。じゃあ三枚おろしをしていきます。ここまで油入ってる。ボラさばくにしたら包丁がでかいですね。さっきのウサギの影響があるかもしれない。ちょっと緊張してる。あまりにもの美人で、女の中の。これどんぐらい美人かっつったら、こいつクレオパトラやな。だクソだ。マジクレオパトラじゃん。やばいな。このもう養殖のサーモンでもなかなか見んぞここで。しかもこの断面とかさ、これやばいよ。大トロ超えてるって。で反対側ですね。油が乗りすぎて包丁の通り道が分かんなくなってるんですけど、こんなことある？包丁滑ってる。ここのサーモンみたいなにはどんな味がしてるんだ。やばい、もうどんどんつまんじゃう。これな、青身魚と白身魚の両方いいとこ取りしてるわ。うまっ。なんやねんお前。で明日になるとね若干柔らかくなってそうなんで、塩を当てて水分を抜いてちょうどいいぐらいの食感にね整えておこうと思います。これで10分ぐらいですね。でもまさか1匹だけいいことなんてよくあることだと思うんですけど、2匹目までいいことってまあないですからね。よいしょ。これちょっとあまりにもうますぎたんで釜焼きにしましょうと思いましてね。釜はちょっとね大きく取りましょうか。でこれ釜ですね、先ほど外した。でこれはできれば釜になります。油が大量にね乗っておりますからね。さて異常な内臓脂肪は入っておるのか入っておらないのか。はい、まずは卵、そして腸、そしてこの黒いのがほら徐々にちぎれていきます。やったー。やったー。またゲットした。またゲット。嬉しい。いやもうこれ最高じゃん。最高じゃないですか。
今ですねこの油とここのボラの実を合わせて叩いて食べてるんですけど、もうね動画とか全く関係なく食べてる今普通に。こんなこと初めて。うわうまっ。本マグロのカマトロ食べたことある人は結構わかると思うんですけど、カマトロって結構大トロよりも脂が乗ってるような部位なんですね。でカマトロの脂乗ってるレベルが3やとするとこいつは10やでいながらくどくないんだよね。それがすげえ。でもこっちの方が若干だけど水っぽいな。OK。 はいというわけで半身が2枚完成しましたんで、明日の熟成を1日待っていきましょう。一つだけはね適当に昆布締めにしてます。はい、昆布の味が減ったらどんな味になるんでしょうかといったところですね。ボラがあまりにもうまかったんで天日干しします。これ結構ね塩分濃度高めにやらないと野生動物に食べられたり、あと虫が湧いたりするんですよ。めちゃめちゃ塩分濃度が高い方が良いですね。これですよ。これボラって言われなかったら最高級個体のシマアジとかカンパチとかそんな色してますね。よし OK。 あとは待ちましょう。はい、ではですね3時間が経過しました。かなり身が締まったのがわかるんじゃないでしょうか。さてここからキッチンペーパーでしっかりと水を拭き取っていきます。めちゃめちゃ脂乗ってるやん。ちょっとばかし塩が弱かったな。振っとこう。はい、30分ぐらい置いてきましたが結構ね水分出てきましたね。でこれも拭いていきます。塩を当てることの何がいいかって言いますと、この余計な水分を臭みと一緒に排出してくれるんですね。で旨味自体はね結構残るんで旨味は凝縮されると。さらにねここから乾燥を加えるわけですから、結構ねいい感じに仕上がると思います。2時間ぐらい天日干しして中で乾かそうかなと思ってたんですけども、雨が降り始めました。残念。ではですね風当たりがいいエアコンの下にでも置いていきましょうか。今日はね結構湿度が高いんで普通に置いてても乾かないはず。扇風機とかの方がいいのかな、エアコンの匂いがつかずに。ちなみに俺初めて一夜干しした時宇治沸いてて宇治ごと食いましたね。さて一夜干しの完成です。これを浜湯とジュエリーに食べさす。はいというわけで1日経過しました。ちょっとね状態を見ていこうと思うんですけど、ちょっと若干ね緊張してます。あまりにもいいね魚の個体に出会っちゃうと、いやこれはもうちょっとうまみ熟成できるかなとかねいろいろ考えちゃうんですよ。ただ魚って熟成すれば熟成するだけうまみが上がっていくっていうわけではないんで、ある一点からだんだん下がっていくんで、そのピークアウトのちょうど美味しい部分で食べたいっていうのがありますから、アミノ酸とかはねどんどんピークアウトしていきますけど、油がこんだけ乗ってれば美味しくないっていうことは絶対ないでしょうということで、どうだろうな。この辺のね食感、ここはね完璧に近い。ただ尻尾の方はね若干水っぽさがあるんで、これ叩きましょう。でそしてこちら昆布締めですね。これ昆布締めを作ってみたんですけども、昆布締めってね普通23時間やったり、2時間とかしかやらないんですけど、1日やったんでね結構昆布の色とかがついちゃってますね。ただでさえうまみの爆弾みたいな魚に昆布のうまみ成分がね意味がわからないぐらい染み込んでますから、これ大丈夫かな。うまみの破壊力でもしかしたら人を殺せるかもしれません。これすげえや。これバター切ってるみたい。ねっちょりしてる。見てください。ここに関してはただの油です。筋肉が含まれておりません。こっちより先はね結構柔らかいんで、ここでまず切りまして、うわ、はい、そうしましたらちょっとね身の状態気になりすぎて身見ちゃったんですけども、これ釜ね、取っといたやつですよ。ほらもうこれ見てよ、うまそうな釜やな。これ塩焼きにします。でこれが塩焼きを作ってる間に次の料理ができてるといった感じですね。ここまでやりますからって言うんですよ。いやいい感じの火がついていますね。
ちょっとでもいい感じの火だわ。いいね。さて1つ目の料理、こっち背中側ですね。ボラ皮がね意外と柔らかいんでむずいんですよね。と言いながら完璧に引いてしまえる。油すごいなこれ。ちょっとね油の層が強すぎるんで飾り包丁入れた方がいいかもしれない。油の膜みたいになってる。でちょっとこれ油すごすぎるんで炭入れしましょう。では炭用意しましたんで、うまそう。おー、いいですね。はい、そうしましたら叩き用のものも作っていきましょう。この脂肪をね、内臓脂肪を追加します。内臓脂肪って言ってもこんぐらいの量で適量だと思いきや、もう一丁いきます。これは完璧な料理が出来上がるかもしれません。はい、そしたら叩いていきましょう。ちょっと身柔らかいなやっぱ。内臓脂肪がねくっついてきて切れないのよ。よし OK。 これは2人分ありますね。カメラマンと僕とで。じゃあこれは一旦こっちに置いときましょう。ではこちら塩当てしてたものをですね、水分まず拭き取っていきます。この作業をするかどうかでかなり臭みがね変わってくるんですよ。ただ今回のボラね臭みないんで正直やる必要はあまりないんですが、水分を出すことによって旨味がさらに凝縮しますから、その点では意味があります。これ焼き霜完成です。水分油がもうギットギトですね。で最も油が乗ってる部位ハラモです。いきます。どうなるんやろ。溶けるんちゃうんこれ。最後はパパッとやっちゃいましょう。昆布締めですね。はい、刺身完成ですね。たまには大葉を使わないのもまたおつですな。はい、そしたら最後の食材でございます。ボラドロ丼です。で上にね大葉を、よっしゃー完成や。さていただきましょう。今日のメニューの名前ボラ尽くしでございます。はい、というわけでいただきます。ちょっとね俺はね炭焼きが気になって仕方がないんだ。じゃあ炭焼きから塩でいただきましょう。いただきます。めちゃくちゃうめえな。これ結構ね大トロとかが好きな人はめっちゃ好きだと思う。淡白な魚じゃなくてもうがっつり系で、しかも臭みがなくて、しかもなんかね風味がねめっちゃいいから、ものすごい脂っこいはずなのにあんまりくどくないんですよ。これレモンサワーと合うやろ。うめえ。ちょっと今日ね料理作りすぎたんで全部の感想は言えないんですけども、この一番油がある場所、お腹の部分ですよ。燃えそうになってた塩とわさびでいこうか。いやうめえな。バターやんこれ。昆布締めもいきます。昆布締め全然昆布染み込んでないね。やっぱ身が分厚い分ね、表面のね 0.5 ミリぐらいしか染み込んでなくて、あんまり昆布の存在感を感じないですね。こういう魚を昆布締めでしっかり味染み込ましたい時は切り身にしてからやった方がいいね。これはマサルの黒糖醤油でしょう。卵黄混ぜてもええな。やばいやばい。幸せってここにあったんだ。すげえ。めちゃめちゃうまいやんけ。うまっ。
食べきれました。うますぎ。これ皮剥がしたら宝石が出てくるんですよ皆さん。うわ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 。ではいただきます。やべえ、液体だこれ。うわ、もうほぼ液体です。うまいなあ。マグロのカマをね焼いたやつみたいな味がしますね。はい、ということでごちそうさまでした。いやー、今回の回結構皆さん衝撃的だったんじゃないでしょうか。ボラって結構美味しくないイメージがあるんですけど、実際に俺自身もね美味しいボラに出会ったことがなかったんですけども、ただねいろいろ考えさせられるものがあったよね。だってさ、あんまり魚詳しい人じゃなかったらさ、高級で値段が高ければうまいみたいな、こういう風にね考えるようになってると思うんですけど、高級魚でも脂が全然乗ってなくて、例えば老成してたりとか、あとは泳いでる環境とかでなんか身が水っぽくなってたりとか、そんなんよくある話で、高級魚だから美味しいよっていうこともなかったりするんですけども、ボラがここまで美味しくなれるっていうことは、多分ねほぼ全ての魚がそれだけのポテンシャルを持ってる可能性があると言ってもいいんじゃないかなってね、新たな知見がね生まれましたね。はい、いやすごかったわ。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの噛み応えは。硬さが蒸気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。美味しい。